クラウディオさんの手は今日もバターとミルクと小麦粉こねる。炒めたひき肉、ゆで卵、味の決め手はレーズンと細かく刻んだブラックオリーブ。遠いふるさとの味エンパナーダ、お母さんの味エンパナーダ。渋谷は道玄坂登りきる途中、小さなワンルームに身を寄せている。週末に会いに来る人たちのために安い食材を買い出しに行く。大きなテレビもらったけれど電気代がもったいないからね。松ぼっくりで作るクリスマス飾り、教会のバザーに出すんだね。そういえばふるさとは南半球。真夏のクリスマスの話聞きたいな。子供の頃いつも台所で母さんと一緒にエンパナーダを作った。母さんのやり方は生地をこねるとき牛乳を熱々にして混ぜるので、あちあちと言いながらあちあちとこねていた。あちあちと洗い合った。母さんも父さんももういない。それは懐かしい大切な思い出。丸い地球の反対側あたり。小さな時から料理が好きでスペイン、イタリア、アメリカで修行した。チリに戻り32歳の時に国際料理コンテストで優勝した。未来は輝いていた。ちょうどそんな時に事件が起きた。働いてたレストランを出たところで見知らぬ男たちに銃で脅され、町外れに連れて行かれ裸にされて、何度も何度も棒で殴られた。二度と料理などを作れなくしてやると言われ、石の上に置かれた彼の手はガンガンと革靴で踏みつけられた。何度も何度も踏みつけられた。左耳は聞こえづらくなり、左目の視力も弱くなった。折られた右手の後遺症、今でも曲げたり閉じたりできない。どうしてこんなことが起きてしまったのか。どうしてこんなことが起きたのか。時は東西冷戦の真っ只中。チリは社会主義政策が進められていたが、1973年9月11日、政府に反発する軍部がクーデターを起こした。徹底的な左翼狩りが始まった。アメリカ CIA も加担していた。首都サンチアゴは戦場と化し、サッカースタジアムはまるで収容所。そこで多くの人たちが虐殺された。その中にビクトール・ハラという歌うたいもいた。二度とギターなど弾けなくしてやると言われ、殺気立つ兵士にビクトルの手は無残にも砕かれた。しかし彼は殺されるその直前まで紙切れに歌を書き続けていたという。スタジアムには爆弾や銃に抗う人々の歌声が響き渡る。クーデターで拘束されたのは3万人とも、虐殺
されたのは4000人とも。21世紀の現在でも1000人余りの人々の行方がわからないまま。当時クラウディオさんのお父さんは軍の施設のメンテナンス技師という仕事をしていた。反体制派の情報を求められた軍による虐殺に間接的に協力させられた。晴れて軍事政権が倒れ、新しい政府による人権侵害の調査が始まると、悲しい記憶を抱えた父さんは調査に協力することにした。設立された真実和解委員会で自分の目で見てきたことを証言した。すると軍による迫害を受けた人たちからは、お前は虐殺者の手下だと非難され、一方軍事政権支持者たちからは、当然お前は裏切り者だと反発された。右からも左からも極端な迫害が彼の家族を襲った。不信と恐怖に操られ、人間が人間を分断する。私はクラウディオさんの手を思い、そして偉大な歌手ビクトル・ハラの手を思った。ふるさと追われて28年前、たどり着いた日本で料理人になった。15年働いた頃、一緒にチリ料理店をやろうと誘ってくれる人が現れた。ところが東日本大震災、思いもよらぬ運命に保証人になるはずだったその人は、放射能を恐れて海外へ逃げてゆく。前の店も辞めてしまっていたクラウディオさんは、あえなく仕事も、そして日本の在留資格も失った。混乱の中、毎日出入国管理局に通ったが、失ったものは戻らなかった。品川の入管施設に1年2ヶ月、茨城県の牛久には2年7ヶ月収容された。そこは決して入りたくはないところ。あなたも一度や二度は聞いたことがあるだろう。そこで起きた悲しい出来事や非人間的な扱いのあったことを、私もあなたも新聞やテレビのニュースで見たり聞いたりしたことがある。持病のための通院が必要な彼は今、仮放免という措置が認められている。仮放免とは一時的解放。しかしそこには厳しい条件がある。仕事をしてはならない。県境をまたぐ自由な移動ができない。痛めた体の治療費も健康保険がなければ莫大だ。彼の料理の腕を知るたくさんの人たちが、自分の店で働いてほしいと言ってくれるのに、仮放免の更新の日が近づくと、眠れずに死にたい気持ちになる。面接の日は最悪を考えて、カバンに下着や歯ブラシも用意してゆく。面接に通らなければ、その日からまた入管の檻の中。しかし命の危険のある国には帰れない。そしてそのことを理解してくれる人は少ない。彼が望んでいることは、人間らしく仕事をして生きてゆくこと。
私はある日歌いに行った場所でクラウディオさんのエンパナーダを食べた。美味しいエンパナーダを作った人の抱えている困難も知ってしまった。それを知ったからといって一体私に何ができるのだろう。しかしこのことをきっかけに少しだけ遠かったものが近くなった。コンビニで工事現場で居酒屋で学校で真夜中の倉庫でそれから入管施設の大部屋で独房で眠れぬ夜を過ごしているかもしれない。たくさんの遠くて近いたくさんの隣人たちのことをクラウディオさんの手は今日もバターとミルクと小麦粉こねる。炒めたひき肉ゆで卵味の決め手はレーズンと細かく刻んだブラックオリーブ。遠いふるさとの味エンパナーダ。お母さんの味エンパナーダ。美味しい嬉しい顔を見たくて小さなキッチンで粉をこねる。でもそれはとてもとても危うい暮らし。とてもとてもとても不安な暮らし。